おはすこじこんばんポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ブリッツってキック力高いと枠が増えんのかやっていきたいなと思います。すいません、深夜なんでちょっと声抑えめなんですが、この久しぶりのね、このブリッツの3人でやっていきたいなと思うんですけど、ブリッツ来てから半年かかってんですね。ついに時間経ちました。以前ね、検証もやってはいるんですけども、その時ね、キック力高い方がなんかダメなんじゃないかみたいなね、とこもあったんで、この無料期間にやりたいなと思ってひたすら蹴ってきたんで、見ていってください。検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させてですね、ご覧のこのペナの角っこら辺からね、打っていきます。キック力88から101まで見ていくような感じですね。まとめるのもめんどくさいんで、ほぼカットしちゃってるんですけど、5刻みでやっとこうかなとかいろいろ考えたんですけど、なんやかんやでね、全部やったんで、ぜひ見ていってください。一気に見ていきます。まず88からやっていきますね。ソン・フミンで今日はね、検証していきたいなと思います。ちょっとかなり抜粋版でバンバンやっていきたいなと思いますね。はい、89ですね。88の時はね、結構キーパーに止められること多かったなっていう印象で、89くらいからね、ある程度入ってくるような印象にはなってましたね。はい、90ですね。この辺りぐらいからね、結構入ることも多くなっていったなっていう印象がありました。で今回はですね、ちなみにソチェク監督で監督補正が入ってない状態になってますね。はい、91ですね。90超えたあたりからね、やっぱり安定している部分も出てきたかな。でも入らないときは入らないとかあったんですけど、ちょっと飛ばしていきますね。ここから93ですね。こう見るとやっぱブリッツ気持ちいいね。はい、一気に98までいきます。以前はね、ちょっと遠すぎたとか角度がなさすぎた感じあったんで、こんな角度にしたんですけど、どうですかね。ここから99ですね。で、やっぱこの辺ぐらいになってくると、やっぱ枠外がすごく目立ちましたね。で、最後101ですね。シュート自体は速い気はするんですけどね、ポスト枠外がかなり増えた印象ありますが、どうでしょう。はい、見ていただきました。ということで、一気にブワッとね、見ていただいたんですけど、ですね、やっぱりキック力が高い方がって印象ありましたね。ちょっと一旦はですね、結果見ていきましょう。こうなりました。ドン。はい、ということでですね、ちょっと多すぎて難しいと思うんですけど、約何%かになっています。データだけだとね、ちょっとわけわからん、多すぎるんでわけわからなくなるんで、一つ一つ見ていくんですけど、まず決定力について。ここについてはですね、やっぱりですね、この良くなる瞬間みたいのは、ところどころあるんですよね。でもね、その前後見てみると意外にそうでもなかったりとか、結構波がすごかったですね。急に入ったり、急に入んなくなったりっていう波がすごいなというのはありました。で、あとは枠外についてのとこですね。枠外のとこに関してはですね、やっぱキック力が上がるにつれて、どんどん大きくなっている印象がありました。特にこの97以上のところですね。ここに関しては中にも特に多くなっている、そんな印象がありますね。で、あとはゴールキーパーのセーブについてですね。ここは90以上になるとそこまで変わらない印象ですね。そこまでは割と止められるって感じです。キャッチもされてましたね。で、あとは数本はね、やっぱキック力高いとシュート速くて止められないって感じがあるんですけど、それくらいといえばそれくらい。どのくらいスピードが違うかに関してはまたって話します。で、次、ポストについてですね。ポストに関しては、やっぱこの辺りですかね。ここの辺りが多くなっていっているという印象がありました。ただここに関してはちょっとポストの捉え方自体で結構変わるのかなと思います。イメージで言うとこんな感じです。まずはキック力が低いとね、これがキーパーにまず止められるというところ。もうちょっと高くなると、これがですね、結構入るようになってくる。で、これがさらにキック力が上がってくると、ポストに当たるようになってくる。で、これがさらにキック力つくとですね、そのポストにも当たらず
に外に出ていってしまうような、そんな印象になっているんじゃないかなというのが、このデータからも言えるかなと思います。ちょっとあくまでこれは僕の予想なんですけどね。はい。で、ここからですね、実際のスピードの違い見ていきます。下が88、上が101なんですけど、この分かりますかね、キーパーが弾くこの位置の時点でもうだいぶ違うの分かりますよね。で、あとはどっちも入るコース見てきました。どっちも決めた瞬間なんですけど、こんな感じでですね、これちょっともう一回見てみると、この入る瞬間、こうですね、結構違いますよね。影の位置とかで見てほしいんですけど、ボールの影の位置でこれぐらい違うということが分かりました。ただこれがですね、90になるとこんな感じでですね、ほぼ変わらないんですよ。なので、この辺はですね、やっぱ90以上ぐらいになってくると、毎回ではないですけど、だんだん差がなくなってくるって感じですね。で、パワーゲージがね、8割以上になると、どの数値でもやっぱ枠外になりやすかったです。で、6割ぐらいでも枠外って全然あるんですけど、8割にすると、そもそもね、枠外率がすごく上がるっていう感じになりましたので、基本的には6割から7割ぐらいで打つのが一番良いのかなということが分かりましたね。はい。というところで今日は一旦結論です。ブリッツはキック力90前半が良さそうとします。はい。ということでね、結構いろいろ見ていただいたんですが、キック力95以上になるとね、弱いパワーでも蹴れちゃうっていう感じだったので、ブリッツみたいなすくい上げる系はね、デバフになっちゃう部分あんのかなとも思いました。で、キック力あるとね、甘いコースでも入るっていうのも事実だったりはするのでね、そこはあれなんですけどね。で、オンラインとか考えると、ある程度正直欲しいよね。いろんな体勢で蹴るしって考えたらね。ただ95以下ぐらいで抑えておくのが一番良いのかなっていう気はしております。で、前回検証もやってるんですけど、決定力に関してはもう高ければ高いほどいいっていうのは間違いないかなと思います。95以上だとパワーゲージがね、今回6割とか言ってましたけど、5割ぐらいに抑えたら実は良かったのかもしれませんね。はい、こうやって改めて見るとですね、この程度結構むずいっすね。まばらだしね。で、芋的な解釈さっき話したんですけど、ちょっと分かりやすくグラフにしてみました。こんな感じ。これでちょっと一つ一つ見ていくんですけど、まずはこの青線の決定力のところですね。ここに関してはやっぱ90前半あたりから強くなっている。で、その後が下がったと同時にですね、赤線ですね、ポストの数値が上がっているっていうのもわかるかなと思います。で、あとはこの枠外率、ここはね、決定力やっぱキック力上がっていくと、やっぱ枠外も上がっていってるっていう印象ですね。それと同時にですね、このポスト率っていうのも下がっている。そもそもポストにすら当たってないよっていう形になっておりました。はい、で、あとはゴールキーパーのキャッチ率なんですけど、セーブ率なんですけど、ここはね、やっぱ数値が低いと高くて、90超えてくるとだんだん下がっていくというのが、これでわかるかなと思います。はい、というところで、ちょっとこれやってみたらなんとなく整理できませんかね。ちょっとできるだけ分かりやすくしてみたつもりなんですけど、どうですかね。あとは芋的な解釈なんで、ちょっと違いはあるかもしれないですけど、これ以上ね、正確な話ってなると、一つの数値に対して数百本見ていかないといけないんで、結構むずいかな、現実的じゃないかなというところなので、この辺で押さえておきたいなと思います。皆さんのね、意見も、一緒に聞かせていただけたらなと思います。これを参考にしてみていただいて、よかったら高評価、チャンネル登録していただけると、すごく嬉しいです。はい。で、ここからね、雑談になっていきます。最後、せっかくなんでゴール集載せておきます。っていうか、めちゃめちゃだいぶかかりましたね。これ、今回何本蹴った？多分500本ぐらい蹴ったんじゃないかな。そんぐらい蹴ったかなと思うんですが、その割にはですね、なんかあんまパッとしないデータだったな。いやー、ちょっと難かったな。こんだけ難しく考えたけど、キック力はそもそもコースが甘くなった時の保険くらいの効果しかないとかね。いや、全然あり得るんで、その辺はちょっと難しいんですけど、証明しにくいんですけどね。そういうこともあり得そうな感じはしました。キック力も一つね、結構難しい要素の一つだなとは改めて思いましたね。特にブリッツだとちょっと余計分かりにくかったなと
思いましたね。ということで、ちょっとこれメンテ間に合ってるかな。メンテ間に合ってなかったら本当にごめんなさい。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果と思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かったら、参考になったら面白かったなと思った方でね、高評価、チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はね、ブリッツカーブ、キック力についてやってきました。見えてきたところで、疑惑もいろいろ出てきたんでね、また今後やっていきたいなと思います。またね、今後はスキルとかもね、ちょっと無料期間私やっていきたいなと思います。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。